はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日はまたいくつか料理を作っていきたいなと思っております。それでは行きましょう。本編をどうぞ。はい、今週も始まりました。ピエールチャンネルです。どうぞよろしくお願いします。今ね、明けて6月28日土曜日になっております。もうね、仕事が終わって、一息ついて、今ね、美味しいハイボールを飲みながらアフレコをしております。なのでね、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。そしてね、先々週とね、スズキ特集でお送りしておりました。今週もね、さばいたスズキを使って2品料理を作っていきたいと思います。で、1つがね、スズキ茶漬け。はい。そしてね、もう2つ目がスズキの漬けというのを作っていきたい。はい。でね、なんでスズキの茶漬けにしたかというと、うちの店はね、普段茶漬けをいろんな種類出してるんですよ。鮭茶漬けだったり、ただこ茶漬け、そして梅茶漬け、海苔茶漬け、鯛茶漬けを出してるんですけども、この時期の鯛がね、この地域ではあまり美味しくないものでして、代わりにね、スズキを使った茶漬けを出しております。でね、スズキの茶漬け出しているんですけれども、実はね、ちゃんと食べたことがなかったんです。なのでね、今日はね、実食していきますので、ぜひね、そちらの方もご覧になってください。はい。で、これはね、番組の後半でやっております。はい。で、今ね、これ何してるかわかりますか？皆さん茶漬けを食べるとき、ジャーから出したご飯をそのまま使ってます？好みにもよるんですけれども、茶漬けをね、サラサラっと食べたいのであれば、ご飯はね、一度洗うことをお勧めします。でね、一般的には冷水で洗うようにと言われております。冷水で洗うことによって、米の表面のぬめりがね、取れて、サラサラした食感になりますので、とてもいいんですけれども、その冷水で洗ったままで、お茶漬けをするとですね、ご飯が冷えた状態のままなので、冷水で洗った後に一度ね、ぬるま湯で洗ってください。そうすることによってね、熱々の出汁をかけてもぬるくならずに、熱々のままで美味しい茶漬けが食べられるというわけです。この一手間をやることによって、味がね、劇的に変わりますので、今日これからね、茶漬けを食べる方いましたら、早速試してみてください。さあ、どうですかお客さん、このビジュアル。もうね、見てるとすぐにでも食べたくなっちゃうんですけれども、その前にね、前回作ったスズキの洗いを使ってね、漬けというのを作ろうと思います。漬けって言ってもいろんな料理があるので、イメージ湧かないかもしれませんが、要はですね、醤油、酢、みりんなんかを入れた、ちょっと酸味の効いた地を作ってですね、刻みネギを入れて、でその中に漬け込む形ですね。その中に漬け込んでお客様に出すというスタイルですね。美味しいのはもちろんのこと、生の状態のまま置いておくより、ずっとですね、保存効きますので、お通しなんかでね、割かしよく作っております。でね、もともとはね、カツオのたたきで作ってました。カツオのたたきを作って、そのカツオをですね、この地に漬け込んで使っておりました。スズキに限らず他の魚でも結構ですし、あとはね、馬刺しなんか漬け込んでもいいですね。馬刺しユッケ。ちょっと酸味が効いて、とても美味しいですよ。あと注意点なんですけれども、この地に長いこと刺身をつけておくと、ちょっとね、口当たりが硬くなったりしますので、あまり長期間保管するのはやめて、そうね、1日ぐらい漬け込んだら、その後は刺身を取り出して、で、その刺身を食べるときに、器に盛って、その上からですね、この地を少しかけていただいて、それで食べるのがよろしいかと思います。はい、どうですか？白ごまを入れるとね、やっぱりちょっと映えますよね。はい、じゃあ、あとラップをして、これは保管しておきます。で、仕上がりがね、こんな感じになります。もうね、たくさんのお客様に喜んでいただきました。ほんのちょっとね、ごま油をかけてもいいと思います。もうね、簡単おつまみなので、ぜひ作ってみてください。はい、皆様、お待たせいたしました。それではね、スズキ茶漬けの実食に移りたいと思います。さあ、ではね、ちょっと実食しちゃおうかなと思います。だしかけて食べたいなと思います。かける瞬間がね、たまんないんですよね。うまそう。この薬味も入れてね。よし、じゃあいただきます。最高。
うん。うますぎるわ。ガチうまい。これ。うん。漬物も合う。やっぱりたまにはお客様に出すものを自分も食べないとね、食べることによってね、この美味しさがね分かるとまたお客様に伝えやすいんですよね。このね、続きを漬けにしたのがやっぱりいいですね。醤油の味がしっかり残っていてね、下味みたいに味が入ってるんで美味しいですよ。ごちそうさまでした。はい、本日の仕込みは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。うわっ、よく見えたたくさんのこと学んだ今を思えばもう怖くないさ。